ずんだもんなのだ。今日はインドネシアのニュースを3本まとめて案内するのだ。その前に豆知識なのだ。インドネシアという国名は現地の言葉から生まれた呼び名じゃなくて、19世紀に英語圏の学者がギリシャ語のインドスと島々メソスを組み合わせて作った学術用語が元になったと言われているのだ。そして今回の一押しは3つ目のニュースなのだ。インドネシアサイバーセキュリティランキングで急落という記事なのだ。国際指標の順位が2023年の世界48位から2025年には84位まで転落したのだ。このままだとデジタル経済に危険があるとして、対策をコストじゃなく重要な投資と考える意識改革が必要だと専門家が警告しているのだ。それじゃあ早速見ていくのだ。インドネシアは東南アジアに広がる島国で、首都はジャカルタなのだ。かつてオランダの植民地で1945年に独立し、現在は大統領中心の民主共和制なのだ。人口は約 2.7 億人で多様な民族と言語、イスラム文化やバリの芸能が魅力なのだ。主要産業は農業、パーム油や資源、製造、観光で、近年は新首都移転や森林保全、気候変動対応が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。自立の幻想という記事なのだ。インドネシアのジャカルタで2024年10月に就任したプラボー大統領が食料とエネルギーの自給自足を経済の柱に掲げているのだ。政府は2025年の米輸入ゼロを達成し、かつて大量輸入国だった状況からの歴史的な雪辱と宣言しているのだ。しかしスハルト政権下で1984年に達成した米自給も90年代の工業化と97、98年の通貨危機で崩れた過去があるのだ。今回は牛肉輸入枠を18万トンから3万トンに大幅削減し、7.4 億ドルを投じたバリクパパン製油所の拡張やバイオ燃料義務化で燃料輸入削減も狙うが、需要超過や供給不足の懸念が強く、自給自足は政治的には魅力的でも、持続可能性には疑問が残ると社説は指摘しているのだ。二つ目のニュースなのだ。インドネシア国民、間接方式の地方選挙に反対という記事なのだ。インドネシアでプラボー大統領の与党連合が地方首長を住民が直接選ぶ直接地方選挙をやめて、春と時代のように地方議会 DPRD が知事や市長を選ぶ間接選挙に戻そうとしているのだ。この提案には与党各党が次々賛成を表明し、民主党も加わったのだ。しかしベニー・ジェイ・エイ氏の率いるインドネシア調査サークルの全国世論調査では、回答者の 66.1% がこの案に反対で、賛成は 28.6%、無回答は 5.3% だったのだ。地域や所得、年齢を問わず6割超が反対しており、研究者は無視すれば選挙での報復や政府不信につながると警告しているのだ。3つ目のニュースなのだ。インドネシアサイバーセキュリティランキングで急落という記事なのだ。インドネシアでサイバーセキュリティ対策の国際指標ナショナルサイバーセキュリティインデックスの順位が大きく下がったのだ。2023年は 63.64 点で世界48位だったのに、2025年には 47.50 点で136カ国中84位まで転落し、シンガポールやマレーシア、フィリピンを下回ったのだ。エストニア拠点の E ガバナンスアカデミーが公開データなどから各国の備えを評価しているのだ。専門家は、このままではインドネシアのデジタル経済が危険だと警告し、ESO や規制当局の意識改革とサイバー対策をコストではなく重要投資とみなす発想転換が必要だと訴えているのだ。ずんだもん、自給自足や間接選挙見直し、
サイバー交代と課題が重なる国民の声と実行力、投資で信頼を取り戻すべきなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。